はい、皆さんお疲れ様です。高原です。今回はですね、写真を使ってコンセプトアートっぽい絵を描く方法をご紹介したいと思います。実写映画のコンセプトアートとか、あとは最近のフォトリアルな、ハイエンドなゲームとかのコンセプトアートとかで、使われる手法なんじゃないかなと思ってます。個人的にはあんまり写真使って絵を作るっていうのは、好きじゃないというか、あんまり得意ではないんですけど、そういう手法も結構最近一般的になってきたなというふうに思ってて、で、結構そういうやり方に興味がある人もいるかなと思ったので、今回紹介してみます。まずはですね、普通の絵を描くときと同じ流れですね。線画で、シルエットを決めていっています。で今回は見た目的には、映画のコンセプトアートっぽい見た目になってほしいかなと思ってるんですけど、実際のそのコンセプトの部分でいくと、ほとんどない感じで、ただ、どっかで見たようなコンセプトアートになったらいいかなと思ってます。トランスフォーマーとアバターを足した感じになったらいいかなと思って描いてますね。説明用に描いてる絵なんで、そこはもうしょうがないということで、割り切って進めている感じですね。そうですね。で、写真を使ってイメージを作っていく、コンセプトアートを描いていくっていう手法を最近フォトバッシュっていう風に呼んだりするんですけど、そうですね。よくある失敗例として、写真に引っ張られてしまう、イメージが写真の方に、寄ってしまって、迷走してしまったりとか、狙った通りのイメージができないっていうのが失敗例としてよくあります。あんまり批判するわけではないですけど、その絵があんまり描けない人が、使い方を間違って、やってしまうと、結構、写真に引っ張られたイメージになりやすいのかなと思ってるんで、そうなんないように、したらいいかなと思ってるんですよね。で、そのための方法として、今やってるそのシルエットを最初にしっかり決めておくっていうのが、一つあると思ってます。で、この時のシルエットも今見るとわかると思うんですけど、最初の線側当たりで撮っただけで、あとはその選択範囲、投げ縄ですよね。投げ縄で、シャープなシルエットを撮ってます。これはベタ塗りで撮ってるんですよね。でもこうすることで最初にもうイメージを決めることができるので、かなり迷わずに進むことができると思います。ここでね、最初にイメージを決めておけば、ほぼほぼ迷うことはないと思うんですよね。で、ここから実際写真を使って絵を作っていくんですが、その前にですね、今回は、ポイント、絵を描く、今回のポイントを先に紹介しようかなと思ってます。で、今回写真を使うっていうフォトバッシュってとこが一つポイントなんで、一応コラージュのやり方を僕なりに紹介しようかなと思います。まず必要な写真、使う写真を用意して切り取っていきますよね。で、コラージュとかフォトバッシュのポイントは、その一つ目が、二つポイントがあってですね、一つはそのシルエットをぼかさないでくっつけるっていうのが大事だと思ってます。これ写真同士をくっつけるときもそうだし、こうやって今切り張りするようなときも、投げ縄とかでシャープに、切り取ったりとか、あと使うブラシとかも、濃淡のつかないマジックで描いたみたいなブラシで使うと結構馴染みやすくなります。悪い例としては、今わざと悪い例で描いてるんですけど、うまく馴染ませられなくて写真同士をシルエットをぼかして繋ごうとしてしまうパターン。これはすごくリアルな見た目とかけ離れて見た目になっちゃうんで、あんま良くないかなと思ってます。なんで実際今回やるのは、最初にシルエットを決めておいて、で、欲しい写真のイメージをどっかから切り取ってきて、こんな感じで、その上にクリッピングでしていくと。これ多分どのツールでもできると思います。今、Photoshop でやってますけど、クリスタとかでもできると思うんで、こうやって繋ぐと、大体自分の思い通りのイメージができると思うんですよね。で、もう一つが、その色の調整なんですよね。今回はもう一つ、その色の合わせ方を紹介したいと思います。二つ目のポイントがそれですね。で、さっき作った岩の絵に、苔を生やしたいとしますよね。で、今みたいな感じで、別の写真から苔を拾ってきて、貼っつけてみます。ここもさっきのシルエットの話と同じように、ぼかさないで、消しゴムとかもシャープにやっていくんですけど、色がね、ずれちゃってますよね。
で、この色を合わせていく方法を今回紹介しようかなと思ってるんですよね。色がずれてる原因が、その、明るい側とね、暗い側で、色幅が広がりすぎちゃっているのがあるんで、レベル補正でコントラストを調整していきます。レベル補正ね、あんま使ったことない人、ぜひ使ってみてほしいんですけど、今調整してる、この、ブラシの下側のつまみですよね。ブラシじゃねえや。レベル補正の下側のゲージあるじゃないですか。あそこで、明るい部分と暗い部分のその幅を絞ることができます。コントラストを下げたりとかできるんで、コントラストを調整して、イメージを合わせると結構いい感じになりますね。あともう一個、トーンカーブで今回はイメージを合わせてます。トーンカーブはね、ものすごく便利なツールなんで、使ったことない人ぜひ使ってみてください。チャンネルごとに色が調整できるんですよね。RGB の赤、緑、青。で、今、岩のレイヤーだけ選択してるんですけど、青みの部分を下げてます。岩肌の部分が青すぎたんで、青の暗い部分だけ下げたら、ちょうど、ぴったり合う感じになるんですよね。これわかんないかもしれないですけど、これは実際やってみてほしいですよね。RGB 値別々のチャンネルで調整するっていうのが結構コツかもしれないです。これは操作の方法だから、普通に覚えれば誰でも合わせられると思うんで、ちょっとやってみてほしいですね。ちょうど今回紹介してるこの作例、岩に苔が生えてるみたいなのは一番簡単なんで、一回やってみると結構合わせられる気がしますね。で、あと最後にブラシで、いい感じに、ちょっとお好みで情報を足していってあげると、いい感じの絵になるかなという感じで、今回はこういうやり方で絵を作っていこうかなという感じです。はい。ほとんどこれを細かくやってるだけですね。というわけで、続きをやっていこうと思います。はい、お待たせしました。で、さっきの絵に戻りまして、で、さっきのね、フォトバッシュのコツでも紹介した通り、シルエットを決めておくと。で、ここからフリー写真を探していきます。Pixabay っていうサイトで探してきてて、今はね、別のフォルダーに保存してあります。で、ここから写真をバシバシ貼り付けていこうかなという感じです。そうですね。まず全体のイメージを決めるんで、背景の空から決めていってますね。で、ここでもその色の調整、さっき言ったようなトーンカーブとかレベル補正で色を合わせていってます。で、最初にシルエットを決めておいたじゃないですか。グレーで。物のシルエット。そこにクリッピングする形で貼っつけていくと、ビシッとした形ができるし、写真に惑わされることなくイメージを作ることができるんじゃないかなと思ってます。で、今なんかエンジンみたいなのをくっつけて、ひたすらくっつけまくってますね。で、この段階でのコツは、あんまり写真をぐちゃぐちゃいじんないことです。写真をここでいじり始めると、すごく泥沼にはまって汚い絵になっちゃうんで、急いで描くときはいいんですけど、今回はある程度、かっこよく描くというか、あんまり汚い感じにならないようにしようと思ってたんで、はい。シャープなまま描き進めてますね。はい。エッジをぼかさないで、今描いてる、なんか苔みたいなとこも、なんかエッジの部分をぼかさずに、シャープに投げ縄とかで切っていってますね。で、これ空が結構今悪さしてるんですけど、この時点で僕は空が悪いということに気づいてないですね。空の雲が明るすぎて、コントラストが崩れちゃってますね。で、最近よく受ける相談として、キャラクターと背景が分離しちゃう、キャラクターが浮いちゃうんですっていう相談がたまにあるんですけど、それはほとんどの場合、色が間違っていることがほとんどの原因ですね。さっき言ったレベル補正とかトーンカーブとかで、明るい部分と暗い部分の調整してあげれば、ほとんどそのキャラクターだけ浮いちゃうってことはないんじゃないかなと思ってます。で、この辺から草を足そうとしてますね。基本的にはさっき途中で紹介したコラージュのコツと同じやり方で、フォトバッシュはできる。基本的にはそれを丁寧にやっていくだけで、そこそこ綺麗なイメージを作ることができます。で、コツとしてはエッジをぼかしたくなると思うんですけど、我慢してぼかさずに色調補正と
濃淡のつかないブラシだけで描いていくっていうのが大事ですね。最後の最後でちょこっとだけ描いていくっていうのが、コツかなという感じです。この辺でね、描き始めちゃうとね、もう一気に、なんだろうな、こう、なんか汚くなるし、なんかね、写真を調整する方に入っちゃうんで、細かい部分の調整になっちゃうんですよね。そうするとなんかこう、イメージを変えれなくなってきちゃうんで、この段階ではとにかくブラシを使わないと。コピペをしまくるという、感じですね。ちなみに言い忘れてたんですけど、今使ってる写真素材は全部フリー素材です。著作権フリーで、クレジットの必要もないやつですね。で、さっき言ったピクサベイっていうサイトで調達してくるといいと思います。で、写真をオーバーレイで重ねる人がたまにいるんですけど、オーバーレイすごい便利なんですけど、オーバーレイ使っちゃうとね、オーバーレイ使いましたっていう絵になっちゃうんですよね。で、それでもいい時はいいんですけど、かなりリアルとは違う絵になるんで、オーバーレイっていうのは。だから最初の1回だけ、グレーの状態にオーバーレイとかソフトライトで、上から写真を載せるのはいいんですけど、何回も上からオーバーレイで重ねるのはやめた方がいいと思ってます。基本的にノーマルで、ベタっとこう本当に貼り付けるみたいな感じで貼るのが一番違和感なく、写真同士を組み合わせることができると思いますね。この辺になってくると、ようやくちょっとずつブラシを使って手で、シルエットとかを調整し始めてますね。大体のイメージができてきたんで、全体にブラシとかを入れたりとか、投げ縄とかを入れて調整してますね。で、ロボットを今回描いてます。で、このロボットだけは、ちょっとね、写真を使っていること以外にも結構こう手で、ブラシで描いてますね。これも本当は、そのマットペイントとか、フォトバッシュとかが上手い人だったら、全部写真で違和感なく描けるんでしょうけど、僕はそこまでちょっとコントロールができないんで、今回手で描いちゃってます。で、本当はね、この一部だけ手で描いて、一部写真みたいなのはあんまり良くなくてね、多分全体的に合わせた方がいいと思うんですけど、で今回ちょっと、そこの合わせるのに苦労してますね。はい。その辺を見ていただけると、こう失敗例がわかると思います。そうですね。ロボットとか人物とかをあんまり最初に描かなかった理由は、最初にこいつらを描いちゃうと、ここに自分の目線がいっちゃうんですよね。そうすると、全体の調整を、イメージができないうちに、細かいところをいじくることになるから、だから僕は単体のこういうキャラクターとか、そういうのは、一枚絵の場合は最後に描くようにしてますね。で、ひたすら写真とかをくっつけていくと。で、今ちょっとオーバーレイで足したんですけど、写真をロボットに。あれもね、明るい部分にだけ選択して貼り付けてるんですよね。全体にオーバーレイとかを足すと、本当にぐちゃっとした感じになってしまって、汚い感じの絵になってしまうんで、注意するといいかなという感じです。ちょっとスペキュラー入れすぎですね、これ。単体で見たらいいんでしょうけど、これもろにあれですね。もろにトランスフォーマーですね。これを書く前にちょうど見てたんで、で、こういう大自然みたいなのを書くときとかって、写真とか使うと結構楽に書けるんでいいんですけど、仕事でね、これ全然雑談なんですけど、結構ゲームのコンセプトアートとかで、結構大自然を書いてくださいって言われることあるんですけど、大自然にすると絶対ね、あれになっちゃうんですよね。アバターになっちゃうんですよね。今描いてるこの輪っかみたいなやつ、完全にアバターだと思うんですけど、大自然ってどうあがいてもアバターになるから、もうどうしようもない気がするんですよね。でっかい木を描いてもアバターになるし、浮いてる島を描いてもアバターになるし、もう絶対アバターになるから、多分もう大自然ネタは多分アバターがやっちゃったんだろうなと思って、ちょっと諦めてたりしますね。で、そうですね、ここまで来たら、ある程度、手でブラシを入れても、そんなに問題ないかなと思うんですよね。っていうのはもう、かなりイメージができてるから、書かなくてもいいとこぐちゃぐちゃ書いたりとか、ここから手を動かすことによって明暗の階調が、コントラストが崩れたりとか、奥行きがなくなったりっていうことは、あんまり避けれるかなと思うんで、
最初に合わせておいた色をこうトーンカーブとかで頑張って合わせておいたものの色をスポイトで拾って、そこでブラシでこう描いていくと、ほぼほぼ崩れないんで、この辺まで来たら手で描いても問題ないんじゃないかなと思ってます。で今回は本当に色調補正が大活躍で、今見てるとわかるんですけど、しょっちゅうトーンカーブとかが出てきますよね。で、トーンカーブ苦手な人は、チャンネルごとの調整ができないと、結構トーンカーブ苦手なのかもしれないです。なんか、RGB 値、赤、緑、青、チャンネルで別々で色を調整できると、トーンカーブで色塗りとかができるようになるんで、めちゃくちゃ早くイメージが作れますね。まあ僕よりもすごい上手い人はもっと早くできるんでしょうけど、はい。まあそんな感じで、ここまで来たら結構楽しくイメージを描けますね。で、この段階で気をつけるべきことは、そうだな。やっぱ最初の方に作ったイメージを崩さないように、でもなんか足したいものがあったら、こう、うまいこと足していくっていうのが大事ですかね。で、結構最初に作ったシルエット、最初にグレーでシルエット決めといたじゃないですか。あれが結構シンプルめで決まっちゃうんですよね。シンプルな形で決まってたんで、ちょっとずつここら辺で、まあ複雑にしていったりとか、まああとキャラクターみたいなものをちょっとずつ描いていったりとかですね。あとは控えめに、この辺まで来ると、ちょっとずつオーバーレイとか、追い焼きとかを控えめに入れていきますね。まあ、さすがにね、抑えたまま最後までいっちゃうと、地味になっちゃうんで、全くオーバーレイとか追い焼き使わないと、さすがにね、ちょっとパンチの弱い絵になってしまうんで、この辺からちょっとずつ足していってますね。そんで、あれですね、今回使ったテクニックは、今、フォトショップ使ってるんですけど、クリスタとかでも大体同じことできると思います。細かくね、マットペイントレベルの、ことをやろうとしたら、フォトショップじゃないと無理だと思うんですけど、これぐらいの僕が描いた絵レベルであれば、クリスタのトーンカーブとか、色調補正とか、あとは投げ縄と丸い通常のブラシ、ボケ足のないブラシがあれば、多分同じことできると思うんですよね。なんでまあ、クリスタしかない、持てないっていう人は、でも、試してみてもらえるといいかなという感じですね。まあ、今回はだいたいこの辺で終わりたいと思います。また何か、コンセプトアートに限らず、お絵描きとか CG とかのテクニックがあったら紹介したいと思うので、よろしくお願いいたします。なんか、リクエストとかあったらコメントとかしてもらえると、もしかしたら作るかもしれないですね。はい。作業時間は合計で6時間ぐらいです。はい。5時間半ぐらいかな。でした。というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。